ルセラフィム宿舎の部屋割り変更はうんちのメンタルケアのため。大先輩からの言葉と抱擁にうんちが涙。K-POP アイドルといえば、メンバー同士同じ宿舎で生活を送ることが多いのは有名です。Vlog やビハインドシーンなどで、多くのアイドルたちが宿舎でのオフシーンを公開しています。ちなみにHYBEの宿舎事情はこちら。なんせニュージーンズの宿舎がすごすぎます。そんな宿舎での生活に関してよく話題になるのは、メンバーたちの部屋割り。同じ部屋で生活するメンバーたちは、ルームメイトという意味の、ルメズと呼ばれることもあります。K-POP ファンとして何とも気になるところです。そして今回ご紹介するのはルセラフィムの宿舎事情。部屋割りに変更があったようで、その理由に注目が集まっています。早速見ていきましょう。まずは変更前の部屋割りやメンバーたちの宿舎における生活の様子を振り返っておきたいと思います。ルセラフィムの宿舎は2つの階に分かれており、もともとは桜、カズハ、ユンジン、チェオン、ウンチェというグループ分けになっていたようです。日本人メンバーである桜とカズハが同室というのは納得ですよね。やはり2人きりの時は日本語で話しているのでしょうか。2022年12月に公開されたデイオフでは、それぞれのグループの部屋の様子を少しだけ見ることができます。部屋の間取りは同じようですが、さすがルセラフィム、めちゃくちゃ広い。さらに各階の共有スペースの他に、それぞれのメンバーの一人部屋があるそうです。そんなルセラフィムメンバーたちの宿舎での生活は、やはりツッコミどころ満載。こちらは Weverse ライブからの一幕ですが、肌が綺麗というピオナからのコメントをきっかけに、カズハがチェウォンのリアルな生活の様子を暴露しています。それはチェウォンがシャワー後に乳液を塗る時のこと。チェウォンは Vlog でもスキンケアの様子を公開していましたが、宿舎では顔をペチペチ叩く音がずっと聞こえてくるといいます。そのためペチペチ音が聞こえるとチェウォンがシャワーを浴び終えたことがわかるそう。一心不乱に顔をペチペチしてるチェウォン、なんとも愛おしいです。さらに7月24日に公開されたルニバースでは、室内キャンプでのトーク中に桜から衝撃のカミングアウトが、それはまだルセラフィムがデビューする前、練習生だった頃のこと。なんとメンバーたちだけで自転車に乗って宿舎から脱走したことがあるといいます。そして判断に向けて走っていたところ、まさかのマネージャーに遭遇。それでもマネージャーを通り過ぎて必死に漕ぎ続けたそうです。ユンジンには電話がかかってくるもそれすら無視。しかし最終的にはマネージャーに捕まり、一緒にラーメンを食べて帰ったといいます。破天荒すぎるよ。ルセラフィム、相も変わらずアイドルの V ライブとは思えん騒がしさでほんと好き。ルセラはほんまに姉妹みたいでいいね。黙ってりゃ綺麗で可愛いのに笑わせてくれるとこが最高。このライブ過去1レベルで面白かった。脱走の話。クラはもう時効だし面白話として消化できると判断したから話したと思うけど、チェウォンがすぐ話に乗ったけど最初4人ともまずいと思ったのかスルーしようとしてる。マネージャーに確保された後一緒にラーメンを食べたってエピソード好き。ルセラって本当にスタッフに愛されてるよね。にしてもユンジンの無視は面白すぎます。続いて新しい部屋割りや健康の理由について見ていきたいと思います。9月6日、元ガールズデイのヘリがホストを務めるヘリズクラブに出演したチェウォンは、新しい部屋割りや宿舎での生活について語りました。チェウォンによると、現在の部屋割りは桜、ウンチェ、チェウォン、カズハ、ユンジンという構成だそうです。そしてこの変更はメンバーたちではなく、事務所が決めたものだったといいます。そして部屋割りの変更理由について公式からの発表があったわけではないので確かではありませんが、ファンの間ではうんちのメンタルをケアするために桜と同室にしたのではないかという憶測が広まっています。というのもルセラフィムは昨年末頃より炎上が続いており、中でもうんちは批判や誹謗中傷を受けることが多かったからです。特に話題となったのは今年4月に開催されたコーチェラフェスティバルにルセラフィムが出演した際のこと。生歌によるパフォーマンスに対して実力不足といった声が多数上がりました。また最近ではうんちの現役学生に対する発言が問題視され続けていたこともあり、8月29日に行われたクレイジーのメディアショーケースにて謝罪をする事態に。しかしコーチェラにしても切り抜かれたのは激しいパフォーマンスの後の息が乱れていた歌唱部分であり、ライブ全体を通しては会場を大いに沸かせ素晴らしいパフォーマンスだったといいます。うんちの出現にしても一部を切り抜かれたものであり、全体を見ると決して批判しているわけではないと受け取れます。しかしそんなことも知らずに流れてきた情報だけに流される大衆が過熱して燃えに燃えたルセラフィム、主にうんちェ。
今の時代、K-POP アイドルが全く炎上することなく活動するのはもはや難しいかもしれませんが、うんちはまだ17歳であり、ルセラフィムの末っ子です。一方、今回同室となった桜はすでにアイドル歴10年を超えるベテラン。日本のアイドルから K-POP アイドルへ、日本に K-POP の橋を架けた一人であり、アイドル歴が長く知名度も抜群の宮脇さくら。今までも何度も炎上を経験し、誹謗中傷されることも多かったはずです。しかしさくらのマインドはこちら。私がうまく歌えば言われずに済む。私は生まれ持った才能はなくて、努力する才能だけがあります。以前は悪質なコメントを気にしてしまっていたけど、今はもう本当に私が悪かったわけでないならば気にしない。人々は自分が見たいものだけを見るじゃないですか。それでどうしろって、たくましすぎます。宮脇プロ。なので今回の事務所による部屋割り変更も、最年長である宮脇プロにうんちのメンタルケアをしてもらうためだったと考えても不自然ではありません。炎上が続いたルセラフィムを守るための判断だったと思うと、感動してしまいます。理由が何であれさくらちゃんと同じ部屋なら楽しそうだし、頼りになりそうやな。最年長と最年少を同じ部屋にしたのはいいね。2つに分けるならホットサマーズとクラウンズに分けるのは合ってる気がする。桜は経歴の長さだけじゃなくてやっぱり人間性の良さだろうね。いやほんと自分にも桜ついててほしいわ。困った時助言してほしい。実は桜の他にもうんちのことをねぎらってくれた韓国の国民的スターがいます。それは演歌歌手のキム・ヨンジャ。ヨンジャは超大御所の歌手で、日本でも元祖韓流スターと言われています。そんなヨンジャが今年6月、うんちのスター日記に出演。番組内では炎上が続くうんちを励ますシーンがありました。芸能生活やアイドル活動についてトークに花を咲かせたうんちとヨンジャ。番組の終盤、ファンからのお便りに答えるコーナーに、その中で、まだ3年目のうんちに、歌謡界の大先輩であり人生の大先輩として、心に刺さる言葉や温かいアドバイスをお願いします。そしてファンの代わりにうんちを抱きしめてほしい。といった内容の手紙がありました。このリクエストに対してヨンジャは、うんちは歌もダンスも上手だから、何でも自信を持ってやればいい。今も十分頑張っているし、私が同じ年齢の頃よりずっといい位置にいる。うんちは現にこうやってファンに愛されて、メンバーたちからも愛されて、すごいことじゃないですか。これからは良いことだけが起こると思う。私が全てのファンの愛を代わりに伝える。大好きだよと答えました。これを聞いて感極まり泣き出したうんちを、ヨンジャは優しく抱きしめてあげました。うんちの涙を見るともらい泣きしてしまいそうです。ヨンジャは続けて泣きたい時は泣いて、怒りたい時は怒って、それが全部歌に出るから、自分が足りてないと思うところは少しずつ補っていけばいい。私だって今でもそうだからとうんちに温かいアドバイスを送りました。さすが大御所、言葉の重みが違いすぎる。ピオナとしてはヨンジャさんありがとうの気持ちでいっぱいです。私たちはできないので代わりに抱きしめてくださいってコメントできるファンの方本当に心が素敵すぎる。こういう方に抱きしめられたらすごい安心して気が緩んで泣いちゃうよね。キム・ヨンジャに20代のファンがたくさんできそう。素晴らしいんだな。人間性が、マンチェに幸せがいっぱい降り注ぎますように。素敵なコメントと優しく抱きしめてあげるキム・ヨンジャが温かすぎて泣ける。本当に若いのによく頑張ってるようんちェ。ファンはもちろん、メンバーたちや大先輩からも愛されるうんちェ。いろんなことを背負い込みすぎず、これからもうんちらしく輝いていてほしいですね。頑張れうんちェ、頑張れルセラフィム。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。